どうも島岡です。ペットの味噌だよ。今回は淡島百景第5話の前半について取り上げるよ。急だし、ピンポイントだね。実は、島岡は宗教2世だったんだ。あらー。淡島百景第5話の前半は、宗教2世の大久保麻美が中心の話だった。なるほどね。同じような立場で、いろいろ思うことあったんだね。そうそう。まず、最初に思ったのは、宗教夫婦の割に、理解があって優しい両親じゃん。だった。島岡の両親は違ったの。そう。高圧的で、短気ですぐに怒鳴る父親と、それを止められず萎縮して、しぶしぶ従っている母親だった。あちゃー。だから最初は、同じ宗教2世でも、あさみちゃんは、だいぶマシで羨ましいなと思った。確かにね。でも、自分はそんな親だから、早々に、子やダメだ、って見切りがつけられたんだ。あさみちゃんが言うところの親を捨てること、ができた。けど、あさみちゃんは両親が好きなんだ。優しいし、自分のやりたいことを応援してくれたし。でも、嫌悪感が拭いきれない。二つの気持ちの板挟みになってしまい、それは苦しいだろうな、と思った。少し共感できる点があって、自分は兄弟だった。兄弟も熱心な信徒なもんだから、独立した後も兄弟から、無茶宗教活動に誘導されたんだ。それは嫌だね。相手は真剣にこっちのことを思って言ってるんだ。幸せになってもらいたいから勧誘する。彼からすると、宗教を信じない自分は、半袖半ズボンのサンダル手ぶらで、冬山へ登ってる人にでも見えてるんだろうな。心からの親切で、救ってあげたくて勧誘している。変異なだけに困るね。正直、こちらをかわいそうに、と見ているように、こっちも同じことを思ってるところもあるんだぞ、と言ってやりたかった。言わなかったけど。偉い。なもんで、陽子ちゃんが泣くなんてずるい。私と私の家族まで見下された気分、と言ったとき。君たちこそ、信徒以外を見下していなかったのかと思っちゃったよ。でも陽子ちゃんは、泣くほど自分たちを嫌っていたんだ。って気持ちで言ったんじゃない？そうかもな。つい、自分が所属させられていた宗教をベースに考えてしまうが、すべての宗教が排他的ってわけじゃないだろうから。ふんふん。あさみちゃんが、子供の頃から親に対する違和感を持ち続けていられたのは、逆に言うとやっぱり両親が良い人だったからだと思った。というと？有無を言わせない親だと、もっと宗教文化の刷り込みが徹底しているはずで、それこそ陽子ちゃんみたいになっているはず。なるほど。あさみちゃんの自立心や主体性が、強固だった可能性もあるけどね。どちらにしろ、今は悩んでいるけど、早く気づけたことは幸運だったと思う日が来るんじゃないかな。ふむ。あと、冒頭からの人が入った後のお風呂を気持ち悪い、と感じてしまうシーン。これは親や陽子ちゃんが普通と思っていることを気持ち悪い、と感じてしまうことにリンクしてるのかなって、愚行してみたよ。おお、考察っぽいこと言ってる。自分は、宗教はやりたい人がやって、他人に強要しなければよい、って考えではあるんだが、家族となるとちょっと違うからな。家長が良いと思う文化を家族が共有するのは当然だから、切り分けが難しいよな。そうだね。そんなわけで、今回は急遽、淡島百景第5話、の大久保麻美の件についてだけ取り上げてみたよ。正直、なんたる自分向けテーマ、と喜んでしまったな。現金だね。それでは、また次回。またね